はい、皆さんこんにちは。ストレンジハンターのタカです。今日もこの時間がやってきましたよ。相当楽しみにしてる人が多いって聞いてるんで、今回も面白い話をしていきたいと思います。最近、人類の未来を大幅に変えるニュースが次々と飛び込んできていますよね。今や当たり前となったサイボーグ技術もなかなか沼なニュースが続いていきましたね。サイボーグが当たり前？まだまだ空想の話ですよねって思いますよね。サイボーグ、実はとっくに存在しているんです。これは SF の世界の話ではないんです。今回は今、リアルに世界で起きているサイボーグについてお届けしていきますね。一般的にサイボーグのイメージといえば SF 映画に出てくるロボット、あとは漫画、鉄のアトムとかいろんなものがありますよね。僕がサイボーグと聞いて一番に思い浮かぶのはやはりドラゴンボールのレッドリボン軍が作った人造人間。これもサイボーグですね。人造人間で聞くと、だいたい16号とか19号、20号あたりを思い浮かべる人も多いんじゃないでしょうか。僕がサイボーグと聞いて、パッと思い浮かぶのは、やはり、ハッちゃんでしょう。レッドリボン軍が作った人造人間8号、通称ハッちゃん。これが僕の中では、なんとなくイメージが強いサイボーグです。そもそもサイボーグって何？というところからですが、サイボーグは深海や宇宙などの特殊な環境でも活動できるように、体の一部を機械へと改造した生物のことを言います。また、完全な機械人形でありながら、人間や動物とそっくりの外見を持つものもサイボーグと言われています。昔から様々な漫画や特撮ヒーローのベースには、サイボーグの概念が取り入れられているんです。また、AI やロボットと融合して永遠の命を得ることもできるのではないか、というふうに考えられています。つまり、理論上は不老不死も可能ということです。実は人類にもすでにサイボーグチャレンジをした科学者がいるんです。サイボーグとしての完全体を目指したんですよ。その方の名前は、ピーター・スコット・モーガン。手足、喉、下の筋肉や呼吸に必要な筋肉がだんだん痩せて力がなくなっていく ALS という病気にかかったんです。2017年に余命2年というふうに診断されました。この ALS という病気が進んでいくと、徐々に体や顔を動かすことができなくなるだけではなくて、ご飯を食べることもトイレに行くことも、それどころか最後には息をすることもできなくなってしまいます。そんな絶望的な状況の中、彼は病気を新しい時代を切り開くためのチャンスというふうに捉えて、自らの体を改造して機械と融合し、難病を克服することを決意しました。自分の体を実験台にして細胞化を進めて体の限界を超えようと試みたんです。実際にサイボーグとなったピーターさんは2021年に NHK の番組にも出演してインタビューに答えています。サイボーグ化を進めるにあたって彼が行ったこととは、肉体のサイボーグ化です。2018年、ピーターさんはサイボーグ化のプロジェクトを始めました。まだ機能している筋肉を機械に変えていったんです。ピーターさんの病気は悪化すると食事や排泄、呼吸が難しくなります。そのために、まずは食事と排泄を控え化することに決めて手術をしました。その手術とは、物を食べれなくなる前に胃に穴を開けて直接栄養を取り込めるようにしました。排泄処理のための機械も設置しました。さらに人工呼吸器もつけました。発声ができなくなる前に収録した音声データを使って会話ができるようにもしました。こうして症状が進行する前にどんどん肉体をサイボーグ化していったんです。サイボーグ化の対象は肉体だけではありません。ピーターさんは脳と AI をつなげることを目指しました。ピーターさんが考えていることをどうやって機械に伝え実行するかは重要な課題です。彼は目線で操作ができるようにしました。アイトラッキング技術というものを使ってコンピューターを操作し、自分そっくりの 3DCG アバターで感情表現を行って合成音声で会話をできるようにしました。それだけではなく、目線入力システムを使ってその半生を本にまとめました。その本は世界的なベストセラーとなりました。最近ではアイトラッキング技術だけでなく、念じただけでも動かせるような技術もあるんです。この話結構怖いんですよね。なぜピーターさんはサイボーグになる道を選んだんでしょうか？テレビのインタビューにサイボーグになるという想像を絶する決断はまるで SF の世界を見ているようですが、自分自身が生き続けること以外にも何か成し遂げたい大きな動機、目的があったのでしょうか？この問いにピーターさんはこう答えているんです。What your? 自分の
私は自分の肉体に閉じ込められてしまう現実を変えたかったのです。ALS だけでなく、事故や病気や生まれつきの障害、老化や認知症もそうです。究極的には誰もがそういう不自由さから解放されるべきです。幸運にも私はその第一号となりました。ネオヒューマンとして未来に飛躍する最初の実験です。もちろん怖かったですよ。しかし、絶望の最中でも常識を打ち破り、宿命に抗い、自ら運命を切り開くことで、生きた証を未来に残せるかもしれません。ピーターさん、めちゃくちゃかっこいい生き様ですよね。自身が困難な状況に陥っても、その状況を打開すべく行動し続ける。これは僕の人生にも近いものがあります。では、サイボーグになったピーターさんは不老不死になったんでしょうか？結論から言いますと、不老不死にはなれませんでした。2022年6月に人類初のサイボーグとなったピーターさんの肉体がなくなったというニュースが報じられました。余命2年と診断されてから5年後のことでした。これを早いと取るか遅いと取るかは人によっては違うでしょうが、ピーターさんは間違いなく体の限界を超越したと言われるでしょう。現在、サイボーグ技術が使われているのは主に医療分野です。義肢や人工関節、人工臓器、人工心臓とか聞いたことありますよね。そういったものが具体例として挙げられます。そして、軍事利用にも進んでいるんです。これはまた別の動画で深掘りしていきたいなと思います。想像以上にサイボーグというのは身近な技術なんです。そこで気になってくるのは、不老不死になれる技術があるのかどうかというところではありませんか？皆さんは不老不死欲しいと思いますか？とある技術を使って不老不死は近い将来実現するという説があります。その技術はマネクマチャンネルでもおなじみのメタバースです。インターネット上の巨大な仮想空間であるメタバース。脳と機械を接続し、人間の意識を機械にアップロードすることも20年以内に可能だというふうにされています。その先にあるのは永遠の命です。どういうことかというと、メタバース内ですでに亡くなった人と同様のアバター、つまり AI を作ります。そうすることで個人が亡くなってもその人と話せるような AI を作ろうとしているんです。ただ、脳の情報をデータ化するだけ、人の意識や心まではコピーはできません。そのため、デジタル化が実現するまでに未来に希望を託し、脳を冷凍保存する。そんな技術の開発も進んでいます。ちなみに、この技術で脳を冷凍保存してもらうためには、安楽死を受け入れる必要があります。これはかなり怖い技術ですよね。安楽死の是非に関しては、世界中でもずーっと議論が続いていますよね。これを受け入れなくてはならないんです。それだけでなく、デジタルの世界で生き続けるデメリットとしては、他人に脳を支配される可能性があります。いやー、デジタルは怖いわっていう人もいますよね。でも、人は不老不死という夢を簡単に諦めることができないんです。不老不死はたくさんの時の権力者や支配者が恋焦がれたけど叶わぬ夢だった。永遠の命っていうのはいくらお金を出してもこれは得られない。だからこそ今もなお研究され続けているんです。生きとし生ける生物はいつか死にます。不老不死の生き物なんていないよね。そんなことが頭によぎりましたか？はい、いるんです。不老不死の生き物がいるんですよ。不老不死の生き物として注目されているのはベニクラゲです。ベニクラゲは直径4ミリから10ミリ、そのぐらいの小さなクラゲです。透けて見える消化器が赤色であることからベニクラゲという名前がついています。ベニクラゲの一番の特徴は若返り。ベニクラゲはある一定のところまで成長すると未成熟な状態へ逆戻りするんです。生活の循環を逆回転させることで死を免れているんです。すごいですよね。人間で例えると大人に成長した後に胎児までまた戻っていく。そしてまた大人になって胎児になる。これを繰り返しているんです。映画のベンジャミン・バトンの応用みたいな感じですね。地球上で唯一若返りのできる生き物として知られています。このことから不老不死のクラゲ、不死身のクラゲというふうに言われています。飢餓感に苦しんでいるときや環境からストレスを受けるときにベニクラゲの若返りは起こります。ベニクラゲを針で突き刺してダメージを与えると数日で若返ってきます。その後、約2ヶ月経ったら元のクラゲの姿に戻ってきます。この実験は日本で行われていて、1個体で14回の若返りが成功しています。この実験は海外からも注目されました。ベニクラゲなど不老不死の生き物に人間の不老不死の鍵があるというふうに考えられていて、世界的に激しい研究競争が繰り広げられているためです。今まで解明できなかった老化の謎が研究されて目覚ましい成果が報告されるようになりました。人類が長年求め続けてきた不老不死。この夢は今ビジネスとして現実的なものになり始めました。ちなみに不老不死の研究に投資しているのは Google 創業者のラリー・ペイジやセルゲイ・ブリン、Facebook 創業者のマーク・ザッカーバーグ、Amazon 創業者のジェフ・ベゾス、
こんなそうそうたるメンバーがこのビジネスに参入しようとしています。研究資金と投じた金額はなんと100億円以上。不老不死ビジネスは数兆円規模の巨大市場に育つと言われています。不老不死についてはまだまだいろいろなストレンジストーリーがありますので、こういう話面白いからもっと聞きたいなっていう人は、ぜひ高評価やコメントで教えてくださいね。もちろんチャンネル登録もお願いします。できることならお友達にも紹介してチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。